皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。待って、今どこ行っちゃったの最後挨拶に来て遅刻しそうになったら、その手前にある落とし穴に落ちてったさやさんみたいなそう、はいということで今回なんて言うんでしょう、これトンチだよ、トンチ。だってこれ手抜きじゃん。手抜きじゃないよ。だって多分ゲンさんこの感じになったと思うもん。もうこれが全てを表している。これ何だと思いますか？何これ B じゃなくてイガグリこれもうノーカット版でゲンさんが考えてる違う、ノーカット版で。ノーカット版なのこれ。そうだよ。こんなクソな時間が垂れ流され続けるの。そうだよ。待って、これ全然わかんない。栗でしょ。でもそうだよ、栗だよ。栗だよね。びっくり。おめでとう。これを見た時に同じ感じになったでしょ。同じ顔してるわ。はい。ということで今回ピカ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 チャ久々に回しとこう。猫回しとこう。久々だね。ということで今回やっていく企画はこちら。びっくり。サイリウムの中身でお絵かきしてみた。はい、ダメです。危ないです。端的に言うと、要はサイリウムって、ごめん、そういう時普通現物用意するもんだと思うんだけど、ポキーやってシュ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 ってやるとパーってなるやつ。そう、なんかほら、この動画で使った。そう、この動画、そうだね、花火の動画のここでも使ってる。これ中身って光る液体じゃん、あれ。要するに魔法じゃない？バカなんだよずっと。我々には理解しちゃいけないんだよ。まあね。そうそう、だってほら、とんがり帽子のアトリエでも言ってたじゃん。魔法使い以外は魔法を仕組みしちゃいけないってあったじゃん。でもさ、魔法って現代でいういわゆるさ、科学なんよ。そうなんですか？テンポ悪いなけど。サイリウムってなんか僕はそんなに詳しくないんだけど、色のついた蛍光液みたいなやつに軟化剤、多分てか酸化剤、軟化剤かな、わかんない。軟化剤がパキョしてまたなんか剤ってつければそれっぽくなる。混ざることによってそれが化学反応を起こして光るというものらしいんですが、サイリウムを割って中から取り出してそんなの危険じゃない？ちょっと軟化剤の軟化の部分がわからない限りは分からない。基本的にはダメじゃん。やっちゃダメと言われてるじゃん。そうだね。そうということで困っちゃったわけです。描きたい。でもピカピカしたい、描きたい。そうピカピカしてキラキラのさ、ほら見て、こんな目の描きたい。こんなキラキラのさ、まさに完璧で究極なアイドルビコマチ。サインは B っていうね、サイリウムを使って絵を描きたいわけよ。絵描きたい、ピカピカした絵描きたい。ということで科学といえばそこに行きましょう。いきます。せーの、ドン。来ました。はい。お邪魔します。お邪魔します。すみません、急に。はい。ありがとうございます。まさかここに出ると思わず。そういうことじゃないから。ポータルが別にここに開いてるわけじゃないの。元気さんのラボで。もうよろしくお願いします。お願いします。一岡元気です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう前回この血液でご協力いただいたんですけども、ちょっとなかなかこの科学を使ったアートっていうのでいろいろ気になるものがありまして、専門家の指導が必要なやつですね。はい。皆さんこうライブの時に振るサイリウムってあるんです。サイリウム光るやつ。光るやつ。振るだけじゃもったいなくないって思ったんですよ。あれ中身垂らして絵描いたらお塩をキラッキラで描けるんじゃないかっていう。それでなくても輝いてるお塩ですか？さらに輝いて描けるんじゃないかっていう無茶苦茶な理論でちょっとやりたいなと思ったんですけど、サイリウムってちょっと取り扱い間違うと若干危ないっていうのを聞いたので、そういうことですね。その辺をちょっと教えていただけないかなっていう。はい確かにあれ中開けて出てくる液体、その目に入ったりすると失明したりとか。よかったやなくて。危ねえ。結構刺激があってちょっと病院行かなくちゃいけなくなっちゃうぐらい危険なので、あれはね絶対開けちゃいけないですね。そうですよね。でも専門家の監修のもと安全にやれば中身を作ることもできますし。なるほど。自作で液体を作れる。そうですね。自作で光る液体を作って確かにそれをつけて描けば光る絵の具になったりしますので。なるほど。光る絵が
もしかしたら描けるかもしれない。わあ、すごい。ありがとうございます。よかったね、夢がまた一つかな。光る。でもあれですよね。時間制限付きの絵ってことですよね。そうですね。あれ化学反応なので、化学反応が終わっちゃうと暗くなっちゃうんで、はい。ちょっとやってみましょうか。ありがとうございます。もう早速いいんですか。ちょっと薬品庫にちょっと1個取っていきますね。はい。科学ってすっげえ。ポケモンによく出てくるおじさんになっちゃう。科学の力ってすっげえって。すっげえ。いやもう元気さんのチャンネル見てるとめっちゃ思う。ね。あ、まずこれだった。サイリウム。サイリウムこれが。はい。ちょっとサイリウムの仕組みもちょっとおさらいしつつ。ありがとうございます。助かります。はい。めちゃくちゃ知りたい。じゃあちょっとこれ持っていただいて。はい。はい。どうやったらこれ光ります？これパキッ。パキッ。パキって真ん中やるとかでしたね。そうですね。はい。じゃあ行きます。はい。はい。お、すごい。そして振り混ぜ合わせると光る。あ、めっちゃ光ってる。もうこれやっぱ綺麗ですよね。やっぱサイリウム。そうですね。これ何が起きてるかっていうと、今ポキって折ったのは実は中にこういう透明な試験管が入っていて、もうガラスをバキって割ったんです。ガラスが入ってるんですか？そうなんです。そうなんですね。で、ガラスの中に一つ目の液体が入ってます。で、ポキって折ると、この外側にもですね、もう一個液体が入っていて、このプラスチックのケースですね。その2つの液体が混ざり合うと。しかもこのパキって折った試験管が攪拌紙というか混ぜるための役割になっていて、よく混ざるようになっているという発明なんですよ。よくできてる。賢っ。そう、特許を取ってるね発明なんですよ。特許があるんですね。そうなんですよ。すごい。これのおかげでライブが盛り上がるようになったんです。すごい。だからこれを2種類混ぜればいいってことで液体を。なるほど。ああ、そういうことなんだね。用意しました。うわ、ありがとうございます。フラスコだ。なかなかフラスコもこの年になると見ることない。本当ですか？はい。僕たちこうなんか飲むのにも使ってます。飲むのにも使ってるんですか？科学者。コーヒー飲むのにもビーカー使ったりとかね。うわ、かっこいい。いいなそれ。ちょっと実験やってみましょうか。はい、お願いします。こっちがね、蛍光液っていうのとシュウ酸溶液っていうのを混ぜてあります。蛍光液っていうのはこれブラックライトですね。ちょっと暗くしますね。はい。闇。おお、暗。ラボかっこよ。ラボ後ろかっこよ。ちょっとじゃあ当てらせてみると。おお、すごい。綺麗。だからブラックライトを当てると光るけど、当ててる時じゃないと光らないっていう状態ですね。ホラーゲームとかでよく壁になんか子供の部屋に入ってブラックライト当てた時にめっちゃ怖い絵になるみたいな。そうです。それの原理も同じですかね。そうですね。ブラックライトを当てた時だけ色が出て光るみたいな。はい、そういうものがここに入ってます。なるほど。でこっちにはですね、酸化剤っていうものがあります。酸化剤。はい。これを混ぜると化学反応で紫外線が出て、そして蛍光剤が発光するという仕組みです。あ、そういうこと。ブラックライトって紫外線ですもんね。そうですね。はい。紫外線を当てると発光するものが元から入っているので、化学反応で紫外線が発生して、紫外線が発生するんだ。そうですね。それで蛍光が発光するというところですね。ちょっとやってみますね。そんな感じでいくんですね。いきますよ。この液体。すごっ。光りました液体が。ワクワクする。もうランプじゃないですかこれ。めちゃめちゃおしゃれな。これがもう実際これともう同じものっていうことなんですね。そうですね。はい。これ過臭酸エステル化学発酵っていうんですけど。過臭酸エステル化学発酵。はい。過酸化水素水っていうのが入ってます。で、シュウ酸溶液が入ってます。なるほど。過臭酸エステル化学発酵。ちょっと一日に覚えられる漢字の様子を。なるほど。はい。それを混ぜると光るってことで、これ触ってみてください。どうですか温度？冷たい気がする。ね、そう。だから温度熱くないし、なんで冷光って言われていて、冷光。ロケットとかだと電気もないし、でも火とか熱発生したら危ないじゃないですか。はいはい。なのでこれはロケット用に開発されて NASA が開発したんです。NASA です。それがアレンジされてこういう。はい、そうですね。ペンライトでも使えるよっていうところで、なるほど。コンサートで使われるようになったってところですね。すごい。元は NASA だったんだ。歴史。すごい。ね、生き物でも光る生き物いるんじゃないですか。暗闇で光るカエルとか。カエルとか。あれなんかカエルのイメージがすごい。
カエルって暗闇で光りましたっけ？なんで僕たちさ、今さ、同時にカエルだったんだろう。カエルの光るカエルってどこにいる？わかんない。なんで二人とも今同時にカエルだったんだろう。いるのかな？見たことないな。僕も見たことないです。イカとかですか？じゃあ、ホタルイカ。あ、そうですね。なるほど。ホタルイカとか、ホタルですね。あ、そっか、ホタル。そもそもホタルだ。まあ、ホタルとか、まあ、ホタルイカも同じ原理なんですけど、これと同じ原理で、ホタルもルシフェリンとルシフェラーゼっていうタンパク質を混ぜ合わせて化学発酵でお尻で光らせてる。そうなんでお尻でそんな化学反応を起こすような進化をしたんでしょうね。すごいっすよね。ゲンさんもルシなんとか足したらお尻が光る。なんでゲンさんのお尻で化学反応を起こそうとしてるの？ありがとうございます。なんでこれちょっといくつかこの蛍光剤変えればいろんな色もできますので。なるほど。じゃあちょっと試してみてもいいですか？これぜひ。じゃあいろんな色を用意しましょう。はい。ありがとうございます。これが一番明るいウルトラオレンジってやつで、明るいと一瞬しか光らないんで、まあ15分20分くらいですかね。そうなんです。光ってる時間。ちょっと今用意したのは長く光るから明るさは暗いです。なるほど。なんかそういうあれがあるんだ、バランスがあるんだ。これをまず塗ってから酸化剤をかけるみたいな感じなんですかね。それでもできます。なるほど。そっちパターンでいきます。後光ちょっと見てみたいね。そう、なんか後から光るってすごいなんかかっこいい。ロマンじゃない？ちょっとどこまでうまくいくかわかんないんですけど、この液体が乾燥したらダメになるのかとかあんまりやったことないんで。そうですよね。まあ絵描かないですもんね、普通ね。でもせっかくならここで実験やってみましょうか。はい、お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということで筆を持ってきました。じゃあちょっと書いてみてください。これ全部蛍光剤なので。赤とかピンク、黄色、オレンジあたりはそのままだと思いますね。はい。ちょっとたまに違う色に発光することがあるので、それも楽しみにやってみますか。いくぞ。ちょっとじゃあ僕赤い方からやらせていただきます。私も赤い方からやらせて。じゃあすみません、失礼します。お邪魔します。やば。じゃあいきます。はい。まずこのピンクっぽいやつ。そうですね。キャンキャンギャンピアン。ギャンピアン僕の大好きなギャンピ。でも普通に色はこれはこれでつくんですね。そりゃそうか。まあ蛍光ペンの蛍光っていうのはあれ蛍光剤ですからね、同じですね。そっか。蛍光ペンで描いてるみたいなもんですよね。色的には。見て。結構ベビー。濃い。ベリー。これが赤っぽかったやつ？そう、これ赤。多めの方が光りやすいかもしれないですね。なるほど。ちょっとまあその辺も実験で試してもらって。すごい、こんなにドキドキするお絵描きもなかなかない。自分じゃ想像がつかないんでっていう。大体画材ってもう使い慣れたものしか使わないんで、これがどうなるかっていう予想はついた上で描くことが多いんですけど、私こう見てとっても保守的で。なんか昔羽にこの一液を染み込まして、でもう一つの液をやると光るっていうのをやったことあるんですよ。羽が光り出す。めちゃめちゃロマンチック。それはうまくいったんですけどね。紙はやったことないので新しい実験がね。せっかくだからちょっと別のお色も試そう。ね、確かに確かに。ね、これ青からエメラルド？エメラルド。じゃあ僕はこの透明何色に変わるんでしょうっていう感じなんですけど、これもなんか色がつくらしいので塗ってみます。すごいなんか塗っても全然色がわかんないから。いやわかんないと思うこれ。想像つかなくて。ね、多分動画見てる人でも映ってないよこれ。これ映ってるのかな今。人の目で見える色と紫外線で発光した色が違うことよくあります。なるほど。でもせっかくだから色が変わるのこれが何か変わるらしいという。ね。そうですね、らしいっていう感じですけど、実はうちのね、前に作っといた在庫から出してるので、4年くらい前に作ったやつだから、もしかしたら光らないっていう可能性もあります。なるほど。でもなんかもう光ってるよ。ほら。すごっ。それすごい。何これ？乗せた瞬間色違うじゃん。なんかもうキャンキャンだよ。完全に蛍光ペンですね。蛍光ペンです。みんなが授業で使ってるやつだ。これが。こんな感じでとりあえず今ざっくり描いてみましたけど。結構しみしみで描いたよ。ね、できますかね。じゃあいいですか、ちょっとやってみましょうか。はい、お願いします。ここに光る液体を霧吹きでかけようと思うんですけど、ちょっと直前に霧吹きに入れて、プラスチックを溶かしてあったりするので。なるほど。じゃあケンさん溶けちゃうじゃん。プラスチック。衝撃の事実、夏目さんち6年目でした。じゃあこちらちょっとよく見えるように暗くしてこれをかけてもらいましょうか。ありがとうございます。お願いします。お願いします。怖い。いや、なんかドキドキする。すごい、まだ明るいこの子。この子めちゃめちゃ明るい。何にも見えないけど。みんな夏目さんちここだよ。
見える。見えないよ。うわ、ゲンさんやめてよ。こんな、うわ、服を脱ぎ出すのはやめてください。やめなさいよ。じゃあ僕の方の絵だけかけていきます。はい。いきます。おお。すごい。え、青く光ってる。すごい。すごい。青は光ってますね。青が光ってる。すごい。ちょっと赤の方があんまり光ってないですね。なんでですかね。やっぱあれは乾いてる。乾いてきたらやっぱり違うのかな。もしかしたら液体が古かったのかもしれない。でもすごいよ。でもすごいめちゃめちゃ光ってる。さやさんの方いきます？いきます。はい。あれ？待って、さやさん光り出したよ。さやさん光り出してる。おお。すごい。ゲンさん出てきたよ。ゲンさんが現れた。暗闇から。すごい。いや、でもこれは不思議。でも今この顔だよ、さやさん本当に。確かに今さやさんこの顔してる。ゲンさん何色でここ描いたんでしたっけ？ここは確かこのなんかピンク色みたいなやつで。この一番端でしたっけ？そうですね。これ光らせたやつで描いたらどうですか？あ、なるほど。はい。うわー、こういう色でした。すごい。めっちゃ綺麗。ちょっとじゃあこれで描かせていただきます。上から描いちゃえばいいんじゃない？ね。これで光るやつで描けるのかな？確かに逆にね。でもなんか。なんかすごいよ。わーってなってる。すごい、なんか魔法みたい。霊魂で描いてる感じ。ね。光らせてから描いても結構綺麗ですね。ね。意外と。すごい。面白い。じゃあ1から画用紙に描いたらすごい綺麗。かなり綺麗に描けそう。すごい。すごい。こんなの絶対に普段できない。2024年第1位。うわー、面白いこれ。すごい。これそれぞれの液体の色を混ぜたらどうなるのか気になります。確かに気になりますね。これどうなるんですかね。普通の絵の具だと色って混ぜれば混ぜるほど汚いんですよ。どんどん濃く黒くなってますね。そう、黒くなってきますから。光の場合は混ぜれば混ぜるほど明るく白になりますからね。せっかくいろいろあるし、もう全部光らせていろいろ混ぜてやってみます？いいんですか？はい。すごい。すごいいい色してる。ね。すごい。白い。めちゃめちゃ綺麗。うわ。青くなった。もうすごい画面が。綺麗。綺麗だ。じゃあちょっとこれを使ってそのまま描いてみてもいいですか？そうですね。ちょっとぜひ描いてみてください。あと絵の具ね、光を混ぜ合わせるとどうなるのかもね。確かに確かに。すごい。一旦青くして。楽しいね。ちょっとすごい。わ、すごい。怪しい。怪しい。通常だったら3色混ぜちゃうともう結構なんですけど。ね、すごいちょっと混ぜてみますね。もうすでにこれが綺麗に。一旦黄色はまあ混ざるでしょう。普通だったら、絵の具だったらこれで緑になるはずなんですよ。あれ？黄色が勝った。黄色強いですね、光は。うわ、で、ここにちょっとじゃあ赤も垂らしてみて。1滴くらいでいい。はい。赤を入れると、これ何色？オレンジ？オレンジ？でもちゃんと黄色と、すごい、なんかいるよ、いる。オレンジ？そうですね。ちゃんと混色になるんですね。すごい。ここに青多めに入れるたら、普通だったらどうなります？オレンジと青。オレンジと青だともう結構大喧嘩だよね。結構本当は大喧嘩してきますけどね。汚い色になります。結構汚くなりがちな。青を足して。めっちゃ綺麗。すごい綺麗な。でもやっぱ光、なんか明るい色が勝つんだね。ね、確かに。オレンジ系強いんですよね、やっぱり。普通だったら青が圧倒的に強いんだけど。絵の具だと青がめちゃめちゃ強くなる。すんごいマイルド、パステルイエローになった。ね。これ塗るとでも何色になるんだろう。面白い。塗ってみたら青じゃね？塗ったら青じゃね？塗ったら青が出てきます。なんで？すごい。綺麗。めちゃくちゃ幻想的な青になってる。ゲンさんより綺麗だよ。どういうことどういう言葉それは。どうしてどうして書いちゃったんですか？エビータ。光るエビ。てかその色めっちゃ綺麗だね。めちゃめちゃ綺麗です。それめっちゃおもろ。だってさ、黄色なのに塗ると青なんだよ。不思議ですね。不思議。でも綺麗さが持たないんですよ。書いてすぐいなくなっちゃうというか。本当だ、染み込んじゃうと光らなくなる。そうみたいです。あの頃の恋みたいだね。
うまいかなそれ。うわでもこれ全然こう時間としては持たないから本当にアートというかね、瞬間芸術みたいになるんですね。やっぱり最初書いといて光らした方がそうですよね。その瞬間の感動はありそう。すごい。だってやがて消えゆく差がない。めちゃくちゃ難しいです。ね。いやでもすごいこの経験は素晴らしい。ちょっと一回これどかして真っ暗にしてみます。確かに。わあ、待って消すとすごいまだ残ってるかも。ね、いる。ちなみにブラックライトを当てると、はい。うわ。ブラックライト当てたらもうすごい。そうですね。光るやつが確認はできるんですね。なるほどなるほど。映画で見たやつだ。むしろついてるところ全部が光っちゃうんですね。ブラックライト当てると。そうですね。うわ。なんかすごいなんか。できましたね。すごいできました。できた。真っ暗ですけど我々は。ということでちょっとごめんなさい、後ろめちゃめちゃ暗いんですけど、ここまだね光ってるんで。でももうここほら光がもう弱くなってきて。てかさ見てほしいもう本当にもう何が何だか。何が何やらって。何かが染みた何かがね。でもさっきみたいに光がこう暗い中だとちゃんと発光してて。そう。ここ色ついてないけど色ついてましたよね。ついてました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれをもう少しお貸しいただいて、ちょっと実験してみてもいいですか？わかりました。ちょっとじゃあ僕が調合した焼き渡しますので、ありがとうございます。ちょっと安全に気をつけながらやっていただければと思います。ぜひちょっといいイラストをお待ちしてます。はい、研究してもうちょっとやらせていただきます。ありがとうございます。うわめっちゃ楽しかった。はい、ということで元気さんと実はもう一個ね、そうですね、ありまして、宝石で絵を描くみたいなね。夏目さん家の方でもやってましたけど、夏目さん家でやったやつは宝石ってことで砂利で描いてるみたいな。もうそこの本当は宝石で描きたかったんですけど、ラピスラズリのさざり石からどうにか青いやつだけ削り出してゴリゴリやったっていうどうにかやったみたいな感じなんで、ちょっとそれよりはじゃあいいものが作れるようにちょっと頑張りたいな、科学的に。じゃあもうキラキラな宝石からどんな絵が絵の具が生まれるのかやってますので、ぜひ概要欄からそちらも見てください。見ていただければと思います。はい。元気さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで帰ってきました。ただいまー。めちゃくちゃ楽しかったんですけども、もうちょっとだけちょっとチャレンジさせていただこうということで、いやそうね、こちらに液体がございます。さっきの映像で使っていたやつ、ほぼ全色お借りしました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあでは早速ちょっと再チャレンジというか、結果的に一瞬しか持たないのでペン画をちょっと用意しました。僕なんですけど、これ見て、これ覚えてるみんな。これ色鉛筆全色使って描いた時のこの子、これなんか蛍光色と相性いいんじゃないかと思って、そう思った。線画が余ってたので、ちょっとこれを使ってみようかなと。さやさんはじゃん、こちら。さやさんは今回それっぽいやつ。わあ、もうなんかどこにさ蛍光入れたいかもう目に見えてるものじゃん。それっぽいでしょ、めちゃめちゃ。なるほどね。じゃあ行きますか。やってみましょう。じゃあまずはこの酸化剤をかける前に、ベースのね、ベースでまずは塗っていくというところですよね。はい、というわけでじゃあ行くわよ。そして何が一番ってこれを書いたインクとこれが混ざるかどうかテストしてない。さやはテストしてない。僕もテストしてない。このトナーインクとどうなるんだろうかっていう。いきます。漏れてんじゃん、魔法。漏れた、魔法が漏れた。はい、ということで今ざっくり塗ってみました。つけました色。このついた色が果たして光るのかどうなるのか。よし、じゃあ酸化剤やっていくよ。やっていきましょう。というわけで電気を真っ暗にして。ピンクがめっちゃ光ってる。ピンクがもう光ってる。おかしい。急げ。いきます。どう？うわー、待ってきた。すごい。光ってる。すごい。めっちゃバイオレットしてる。めっちゃバイオレットになってる。でもバイオレットめっちゃ良くない？でね、一個ね、すごいことが起きちゃった。何？トナーが酸化剤で溶ける。でもわかんないよ。
画面で。でもやっぱなんか光ってる方が強くて。あ、ほんと？さあこんな感じで、あ、ここも光ってなかったまだ。いいねいいね、なんかすごいふわって出てきたね今ね。はい。いいね。っていうことでこんな感じになりましたけど、どう？いいんじゃない？ほんと？これ思ったんだけど、ちょっと今もう一回やっていい？これさ、これここも塗った方がいいんじゃないの？ほら。あ、すごい。あ、でもなんか人っぽくなくなっちゃったな。あ、確かに。急に。でも結構強いかも。強っ。光りすぎ。うわ、やば。ホタルイカみたいになってる。やばい。この子が急にイカ。うわー、すごい。でも。いやでもなんかすごいね。上から塗るとさらに光るね。ね。あ、いいね。怪しい。あ、ここからこういう風にできますね。また足していくと。いい。あ、いいですね。ここにも入れるとまた印象が変わるね。あ、混ざった。目が裏世界のこの子みたいになっちゃったな。ね、強そう。ね、むちゃむちゃ強そう。めちゃくちゃ強い技放つ直前みたいになっちゃったかっこいい。でささの方が乾くんですけど。はいあ、いいね。オッケー。じゃあちょっと光りすぎこれピカピカ。はい、じゃあいきます。これ僕のこんな感じになりました。はい。そしてじゃあさやの方にもう早速いきましょう。いきます。お願いします。光る？あ、うわー、待って、すごい。うわ、すげえ。すごい。待って、すごくない？さやの方ね。すごい魔法だ。見て、魔法だ。さやの方マジですごい。すごい。成功かもしれん。やったー。ちょっと伸ばして、お、光ってる。あ、面白い。わー、おー、できた。さやの方光った。すごいね。ちょっと黄色は薄いね。確かに黄色薄い。でもね、薄い方が絵に使うにはいいかも。あー、確かにちょうどいいかもしれない。うわ、すごい。でもすごい、なんか光ってるじゃん。光ってる。ゲンさんの方すごいね。なんか光のよどみって感じ。何が起きてんのって感じ。ね、なんかすごい光のプールみたいになってる。わー、すごい。なんかさ、別のものが上にまとった感じになったんだけどね。いや、面白いな。瞬間芸術だね。その瞬間にどんどん変わっていくから、なんかもうさ、同じものが残ってくれないわ。いや、そうそう、どんどん光がね。あ、もうさや、あ、もうダメだ。さやね、魔力切れてきた。ちょっと魔法出し続けたから。ということで今回、こちらのサイリウムでお絵かきやってみましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、魔法だわ。いや、これはすごいわ。あ、魔法が解けていく。我々のはちなみにもうだいぶ魔法が解けていってるんでね。でもなんか待って、僕のやつさ逆じゃない？なんか魔法が解けてきた方が全貌が見え始めてるから、なんかほら、また女の子戻ってきたよ。なんかしかも髪の毛がものすごい幻想的になってるね。めちゃくちゃいいな。あ、なんか青のところがさ、ここ混ざってね、顔のとこみたいになってる。これ明るくなったらどんな絵になってるの？確かに。一瞬ちょっと僕たちの絵どうなってるか明るくしてみますか。はい。今ね、明るくするとこんな感じになっちゃってた。暗いところでしか輝けない絵になってたんだね。すごいね。もう全然意味わかんないだもんね。トナー溶けちゃってるね。あ、でもまだ全然光ってるね。おかえりお姉さん。いや、幻想的。すごいな。ね。これコントロールして作品にするの相当きつい。確かに。ちょっとクオリティが高いとは言い難いんですけど、すごい楽しいアートになりました。いや、すごい楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ただ皆さん絶対にサイリウム割ってそういうことやったりはしないでください。絶対しないで。今回は本当に元気先生の監修のもとちょっとチャレンジさせていただいたので、はい、絶対やらないでください。やる際は元気先生に、元気先生か理科の先生とかしかるべき知識のある方と一緒にやってください。そう資格を持ってる方でお願いします。で、逆にこれと他の瞬間芸術系ってなんだろうなってさっき一瞬考えちゃって、そういうアイディアボシボシ募集していますちょっとなんか目覚めちゃったかもしれない。瞬間に目覚めた。瞬間に何にも残んないっていうのがまた切ないんだよな、これ。そう、栄枯盛衰アート言い方やだな